トトロがですね、いるんですけど、これね、初めてサツキがトトロと出会うシーンで、実はですね、このトトロ、当たり前のように立ってますね。どちらかというと退屈そうに立っていると。なんでかっていうとですね、このトトロ毎日このバスを利用してるからなんですね。猫バスってちゃんと定期バスで、あの時間にちゃんと来るんですよね。だからトトロは退屈そうなんですよ。トトロの演技させるときに宮崎さんが、なんであそこに退屈そうに立ってるのかっていうと、バス停で毎日同じ時間、バスを待ってるおじさん感っていうのを出したいからですよね。だから、コンテにはわざわざこのおじさんっていうふうに書いてるんですけどもですね、それぐらいですね、バスが毎日通ってて、そのバスに毎日乗ってる。つまり、サツキはですね、トトロ見るのが、っていうかトトロと会うのが初めてじゃないんですよ。ただ、お互いに全く見えてない。サツキは多分、ほとんど毎日のようにこのバス停の辺でトトロとすれ違ってるんですけども、全然トトロが見えてない。トトロもサツキが見えてない。お互いに見えない存在なんですね。で、これはですね、宮崎駿が作画の時の注意書きにすごい慎重に何度も書いてます。トトロの目の焦点を合わせないでくださいと。例えばそのトトロの表情をつけるときに、サツキとかメイと目が合うというふうなことがないようにしてくださいと。で、なんでかというと、何も考えてない目にしてくださいと。人間から何か考えていることを読まれるようでは困りますっていうふうに言って、最終的にはトトロの作画のシーンを宮崎駿が、はい、宮崎それやりますというような感じですね。どんどん引き受けちゃうんですけどもですね、サツキに興味がないんですよね、これ。面白いことに。で、この人間には見えないものっていうのはですね、僕は子供の頃に見た心霊番組で一個だけすごい怖かったのがあって、何かっていうと、ある写真があると。で、心霊写真ですよね。それをお祓いの人のところに持ち込んだと。そしたらこれはなんとかの霊です。これなんとかの霊です。何々が映ってますっていうふうに言うんですけども、一個だけですね、チラッと見た瞬間にパッと伏せてしまったのが。で、それを慌てて紙か布、忘れたんですけど、包んで、ここは私が見てはいけないものが映ってますと。もう私だけではなくて、誰が見てもいけないものが映ってますと。で、近くの神社に奉納して、なんかしてもらってくださいと。とにかく二度と見てはいけませんっていうふうに言うんですね。で、見てもいけないものって何ですかっていうふうに聞かれて、その霊能力者がすごい言いにくそうに、神様ですっていうふうに言うんですよね。で、これが僕割とすごい好きな話というか怖い話で、神道の神様と西洋の神様との差なんですよ。西洋の神様っていうのはもし見ることがあったら、それを見るものは預言者と言われて奇跡だし、見えないものなんだけど、もし見えたらそれは福音であるっていう考え方なんですね。ところが、そうじゃなくて、その神道とか日本の神道という形に固まる前の神様像というのは、本来見えてはいけないものだし、見えてしまったらそれは何か祀らなければいけない。たたるから祀るかもいけない。これが日本の神様のちょっと面白いところなんですけども。で、もちろん、この隣のトトロのアニメの中では子供向けに嘘をついて、大きいクスノキを見て、うわ、立派なクスノキ、すごいね、さあ、パパはこれを見て引っ越そうと思ったんだっていうふうにいいふうに書いてるんですけども、本当に気持ちよかったらあんなクスノキの周りにみんな住んでるんですよ。そうじゃないんですね。トトロが住んでるところは、近くにいると嫌な予感がゾワゾワして近寄らない場所。だから、森が守られてるわけなんですよね。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。